BTS のマンネラインであるテテとジョングクは、とても仲がいいコンビです。そんな二人は、よく、会話の中で、火と水の関係であることを話題に挙げていることはご存知でしょうか。今回は、グクテテ占い相性で、火と水の関係をアピール、胸キュンエピソードをお届けします。お互いが必要不可欠な存在だと明かしていたテテとジョングクは、インスタグラムでも、2人の火と水の関係性をアピールしているのではと思うような投稿も、ファン視点でご紹介しているので、温かい目でご覧ください。テテとジョングクは火と水の関係。テテとジョングクの間でよく話題に上がる火と水の関係。2人の四柱推命の占い結果からこの話が始まります。占いではテテが水を多く含む木、ジョングクが火が多い太陽という結果に、テテの木は草花と表現されることもあり、社交性、柔軟性があるマイペースで周囲に振り回されない穏やかという特徴があります。まさにテテにぴったりの星だと思いましたよね。ジョングクは火で厳密に言うと太陽。特に強い星を持っているらしく、とにかくエネルギーがあり、平凡な人生は向かないとのこと。ジョングクのステージでの情熱的なパフォーマンスは生まれ持った特性からなのでしょうね。テテは火、ジョングクは水が足りないという点で、お互いを補い合っているというのです。四柱推命とは占いの一種で、生まれた年、月、日、時の4本の柱をもとに、その人の運命を占うもの。発祥は中国で、四柱推命は占いの王道と呼ばれているほど、的中率が高く古くから親しまれています。2022年3月6日のブライブ発言。BTS メンバーの四柱推命は、以前からファンたちの間で占われてきましたが、本人たちが話題に出したのが、2022年3月6日に行われたブライブでのこと。この日ブライブにやってきたのは、ジン、J-HOPE、テテ・ジョングクの4名でした。生配信で、テテが四柱推命で占ってもらったことを話し出したのです。テテは、火が必要、ジョングクは、水が必要という話に、その時に、テテは、ジョングクが着ていた青いダウンを指さし、だから青いのを着ているんじゃない?と言い、自分が赤い服を身につけていないことを確認すると、僕はこの子がいるから、と発言。身につけていなくても、隣にジョングクがいれば火を補うことができるという意味だったのでしょうか。それを聞いていた J-HOPE は、よく言うよ、と笑顔で返していましたよね。ジョングクが、あなただけを愛している MV を投稿。2022年3月6日に行ったブライブの4日後、ジョングクがインスタグラムを更新しました。投稿されたのは、楽曲はメイの To で、あなただけを愛してる、あなただけよ、と歌っているとっても甘いラブソング。これだけならファンたちもスルーするのですが、この曲の MV に水と火が出てきたので考察が始まったのです。数日前にテテとの火と水の関係性をブライブで話していたことが関係あるのではと噂に、テテとの関係性を表している。水と火が出てきた時点で気づいた。などの声が多く上がっていました。2022年5月13日 MBTI ラボ2でも匂わせ発言。2022年5月13日に BTS 公式 YouTube チャンネルで公開された MBTI ラボ2内でも火と水の話題が。MBTI より四柱推命を信じているというテテは、僕は火がないので赤い服をたくさん着た方がいいと言われましたと話し始めたのです。すると、ジョングクは練習生時代にいつもテテと一緒に怒られることが多かったと言い、僕は火が多く水がないんですよと発言。つまり、ジョングクはテテと
相性の良いコンビだから一緒に怒られたと言いたかったようですね。MBTI を無視して一生懸命に市中水明の話をするテテとジョングクがとっても可愛くキュンとしてしまうシーンでした。2022年6月7日ブライブ後のインスタにひとみすを投稿。BTS メンバー7人の日常を描いた BTS Vlog が2022年7月から順次公開され、6月7日にジョングクがキャンプを行ったロケ現場からブライブの生配信。Vlog の詳細は知らされていなかったので、なぜ外から配信をしているのかわかりませんでしたが、動画が公開され配信していたのがロケ地だったことが明らかに。海辺でキャンプをし、焚き火をしながら、ジョングクは生配信でファンと交流を持ってくれていたのです。また、ジョングクはキャンプに訪れた際に、海と焚き火の写真をインスタグラムへ投稿。この2枚の写真を選んだことも、水と火に関係しているのではと憶測が飛び交っていました。ジョングクがしていたカラフルな焚き火は、テテがウガウガファミリーと共演したリアリティ番組、インザスープフレンドケーションでも登場。テテの方が、早く、このカラフルな焚き火をしていたので、もしかしたらジョングクに教えていたのかもしれませんね。ジョングクのタトゥーにもテテが2022年6月にタトゥーをカバーアップしたことを公開したジョングク。新しくなったデザインの中に、テテと思われるタトゥーがより鮮明に浮かび上がっていたのです。それはマイクのタトゥーで、以前はモノトーンでしたが、色が足され緑色に見えなくもないですよね。緑色のマイクといえば、テテが使用しているマイクの色だと思った方も多いと思います。ジョングクのマイクは紫色なので、テテのマイクの色を表したのか、また、他の意味が込められているのかは不明ですが意識せずにはいられません。レフト&ライトの MV に水が。2022年6月24日に、ジョングクがチャーリー・プースのコラボ曲、レフト&ライトをリリース。同曲の MV では、ショッキングピンクの衣装に身を包み、コミカルな演技を見せるなど、ジョングクの新たな一面を見ることができましたよね。そんな、レフト&ライトの MV 内のジョングクのシーンに、またしても水が映っていたのです。椅子に座り歌っているジョングクの隣にウォーターサーバーがあり、水の入ったコップを持つシーンもありました。How much more do I got drink for the pain? 痛みを消すために、あとどれぐらい飲まないといけないとの歌詞がありますが、曲の雰囲気的には、水というより、お酒の方が合っていそうです。ウォーターサーバー以外何も置いていない部屋だったので、何か意味が含まれているのかなと感じてしまう MV でしたよね。MV 投稿の翌日に、テテも水と火を投稿。ジョングクのレフト&ライトが公開された翌日の2022年6月25日に、セリーヌのファッションショーでパリを訪れていたテテが、インスタグラムのストーリーを投稿。イベントを見に来ていたテテは、会場の様子とともに、炎の絵文字をアップ。そして、テテの手に持たれていたのが、水が入ったペットボトルだったのです。熱気に包まれた会場みたいだったので、炎の絵文字を使ったのかもしれませんが、もしかして、と勘ぐってしまうのがファン心理ですよね。まとめ。いかがでしたでしょうか。今回は、テテとジョングクが火と水の関係であることをアピールしているエピソードをご紹介しました。お互いを補い合い、相性の良いコンビであることをアピールしているテテとジョングクはとても可愛かったですよね。年は違えど友達のように仲のいいテテとジョングクは市中水明から見ても相性が良い2人だということが分かりました。また他のメンバーたちの占い結果もとても興味深く、なんと
BTS はうまい具合にばらけておりグループのバランスが抜群なのだとか。たかが占いと思う方もいると思いますが、BTS がここまで成功しているので無視できませんよね。ぜひ他のメンバーの占い結果も見てみてください。